トランプね、NVIDIA 解禁しとんねん。チップ売るの認めよったんや。これやばいぞ。一番売ったらあかんやつ売っとんねん。NVIDIA と台湾と日本を習近平に売り渡してるんです。もう好きにして言うて。もう完全にトランプがへり下って負けとんですよ。と思うと、おっさんが内閣総理大臣をしている我が国は、ちょっと大変なことになりましたな。オープン AI、アンソロピック、Google のジェミニとか言って喜んでますけど、半年もしたら抜かれますよ、こんなもん。AI から突っ込まれたんですよ、この画面で。最近顕著に女性視聴者が減っているようですが、何かありましたか？言って、心当たりはありますかって言われて、ぐぬぬってなったけど、一応、心当たりはない処理を進めろって言うときました。だから今これを見ている女の人は、変な人です。女の人減ることそのものはね、別にいいんですけど、いやだから結果良くないのか。何が嫌ってね、おっさん比率が増えることなんです。おっさん比率が増えるのも、おっさんね、昨日、おとつい、それこそ月刊日本の原稿が書いてる時に空港のラウンジで書いてたんですよ。おとついね。空港のラウンジでガー書いてたんですよ。書いてる最初に電話鳴って何遍も電話鳴るからもうめんどくさいなんで知らん番号が取ったろうと取ったったんですよ。菅原さんファンです。やっぱおっさんなんですよ。いつも見てるんです。最近20代、30代、40代の若い人の生活が大変じゃないですかみたいな。はい。で、僕はあなたの話を聞くのも大変なんですけど、聞く理由ありますか言ったら、そんなこと言う必要ないじゃないですかみたいなこと言う。いえいえ、俺の配信毎日見てる言うたら、俺、ファンや言うてくるやつが嫌い、電話かけてくるやつが嫌い言うてんの知ってんのにちゃうん言うたら、いや、そこまで毎日見てるわけではないって抜かしやがって。はぁ？どっちやねん。もうね、おっさんってそんなんばっかりでしょ。いや別に女の人から嫌われることそのものは、そんなにね、別に、しゃあないかっていうか、嫌われてもだな、みたいな話で、嫌われんように今後しような、っていう話。別に好かれたくもないしね、別にね。誰かに好かれたいわけではないですから、女の人に好かれたい、男の人に好かれたいって考えてないわけですけど、女の人がいなくなるということそのものはね、別に何とも思わないんですが、自分の周りの人が、そういう自分の暴力性に無自覚な田舎のおっさんが増えてくるっていうのはすごく嫌ですよね。でね、そのおっさんってね、ぶっちゃけね、年齢とかね、性別関係ないんですよね。若い女の人でもおっさんいますからね。おっさんか言うぞ、いますからね。俺の言う田舎の人は田舎に住んでるわけではない。田舎の人ってむしろ都会に住んでるんですけど、俺の言う田舎の人っていうのは。のと一緒で、別にそのおっさんっていうのは、別にその、60、50、60超えたオスのことを言うてるわけではなくて、おっさんという概念に該当する女の人っていっぱいいますからね。10代でもおっさんいますからね。おっさんかいうやついますからね。その象徴が高市さないよね。もうおっさんやん、あれ。完全に。女の人やけど。おっさんやん、概念としては。で、それ別に男性女性問わないんですよね。要は老若男女問わない。若うても、若い女の人でもおっさんみたいな人もおるし、年取った男の人でもおっさんではない人もいるし、10代、20代の男の子、女の子でもメンタリティがおっさんのやつ、ぎょうさんいますよね。で、おばはんもそうなの。おばはんかいうやつ、ぎょうさんいますよね。老若男女問わずね。おっさんってのはどういうことかっていうと、我がのやりたいことしかない人のことをおっさんって言うんです。いや、今日その話をせなあかんのですよ。高市早苗がおっさんやいう話を。で、おっさんのもう一つの特徴があるんですよ。おっさんは、我がのやりたいことしかやらへんの。のべつくまなく。好きあれば我がの欲望を通そうとするの、おっさんは。で、そうするとどうなるか言うたら、おっさん本人ではなくて、周りの人がそのケツ拭いて回らなあかんようになんねん。周り振り回されんねん。おっさんは。で、いろんな人がそのおっさんのケツ拭いて回んねん。で、
一人で生きとるおっさんってなんか野良猫みたいなこと言うてますけど、一人で生きとるおっさんの場合はね、飲み屋で恥かいたりとかするぐらいで済むかわからんけども、組織のトップとか組織の中間管理職がおっさんの場合、その組織としてそのおっさんのケツを拭いて回らなあかんわけですよ。ケツ拭いて回って、これ15分動画でもやろうもでも話の流れやから言うときますけども、ケツ拭きに行った図がこれですよ。おっさんの。日本国という巨大な組織のトップが今おっさんやから、我がのやりたいことを我がのやりたいようにしかやらへんおっさんやから、周りの人間はケツに拭きに行った図っていうのはこれですよね。で、こうなってまうわけ。で、この写真撮られてまうわけですよ。覚えてますこれ。台湾答弁の後、外務省の局長が中国へ飛んで、去年の年末ですけど、中国へ飛んでちょっと悪かったって、うちの総理大臣アホやった、ほんま申し訳なかったって謝りに行った時の図がこれです。で、中国のメディアは人民日報も何もかもここのシーンを写真撮らせてるんですよ。こうなるの。おっさんって。で、こんな写真撮られてまうわけですよ。で、これはもう国辱以外の何者でもないんですが、さらに言うと、おそらく日本の地上波メディア、新聞も言うてないですけども、僕はこの写真をなぜ今持ち出したかというと、これね、これから半年経ってどうなったかですよ。これから半年経ってどうなったかって、その半年後。中国根性悪いなぁと思って。これ文句言うてるけど、なんでそんないじめんのと思って。これから、これです。これから、この同じ人がこの扱いとこの扱いです。情けのうってね、もう、おっさんがおるだけでこうなるんですよ。で、多分ね、これね、あれが同じ人や、ポケット手突っ込んで偉そうな顔してたやつと、トランプ大統領、これね、実は言うとね、トランプ大統領にも偉そうなんです、この人。トランプ大統領が北京に着いた時に、迎えに出たやつと、外務省の役人に偉そうにポケット突っ込んで、ああ、言うてたのが同じ人間やという。これ高校の時思い出して。これどういう力関係高校生やったら。もう完全に負けてもうてんねんってアホ一人のせいで。で、アホのパターンとは常にそう。高校の時の喧嘩と一緒。勢いのええやつが一番邪魔やねん。高校の時の喧嘩と一緒。一言も喋らへん、何も言わへんやつが一番強いねん。今日よ、焼きそばマンだけやのってさ、コロッケパンも買うてこいや。腹減ってるから。両方買うてこいや。言うとるよね。はい、わかりました。わかりました。買うてきます。情けない。で、高校の時の喧嘩と一緒で、さっきも言いましたけども、喧嘩を負けるきっかけ作るやつは一番勢いのええやつです。もう、今回の米中首脳会談は、トランプこんな感じです。いやー、ほんまね、えらい、いつもすんません。ほんまお世話になって、ほんま申し訳ないです。連れてきましてん。イーロン・マスク。知ってあります？連れてきましてん。ティム・クック。おりますせ？おいでね、ちょっとね、うちの若い衆ちょっとよろし頼みますわ。なんか知らんけど偉そうなことばっかり言うてすんませんでした。せやけど、もううちの若い衆だーっと揃えてますさかい。っていうのが、今回の米中首脳会談ですよね。で、習近平は、あ、そうか。まあ言うたかての、お前とこの若い衆の縁故持ったところで、俺かて別にそんな縁故なんか欲しいわけでもないしよ。完全にもうトランプ負けモードです。キャイーンなって思うの。ほいで多分 YouTube で流行るのは昨日のまあこれ15分動画でも話するんですけど、昨日決まったその米中首脳会談というのはね、おそらくね YouTube はこうなります。中国はアメリカから油買うって話決めてきたんですよ。そうすると YouTube はトランプの勝利言うてるんです。多分そうなると思います。YouTube は。で、見てる客もさ、早う結論が欲しいとかいう気違いばっかり、小じきばっかりでしょ見てる人間も。で、そのアホみたいな人に説明しようと思ったら、実際ディールとしてできたのは、アメリカのシェールガスとアメリカの、油を中国が買うってことになったんですよ。アメリカの油を買うんですよ。もうほんまに今月から、中国は。
だって中国は中東に原油の依存度結構高いですから、ホルムズ海峡が閉まってることによって影響を受けてるの半端ないんで、油どっかから調達せなあかん言うて、アメリカから買いよるわけ。ほんなら、YouTube 見てるよ、YouTube を見てね、時事問題を分かったことになるような、古事記視聴者の人々は、早く結論を言うてほしいとかって古事記が人に混じってましたけど、多分そういうアホ向けのことで、ね、古事記ビジネスしようと思ったら、俺勝手やりたいよ。銭だけのこと考えてたら、もう完全にトランプ大統領の勝利です。なんと、トランプ大統領は、中国の習近平に対してアメリカの油を買うようにしました。これはトランプ大統領の遠大な計画で、中国大陸15億人の人民が油を買う需要を中東からアメリカにやって、これで米中の貿易関係を逆転させようというトランプ大統領の見事な戦略が的中しました。みたいなこと言うてると思うんですけど、言うと思うんです、多分。でもね、違うんですよ。トランプね、NVIDIA 解禁しとんね。チップ売るの認めよったんや。これやばいぞ。やばいぞ、これ。そう、H200 ね、即納なんです。いや、もうね、ちょっとやばいですよ。昨日、今日の新聞で日本で国内的に大問題のは、ミュトスをね、日本のメガバンクがアンソロピックからミュトスに対するアクセス権をもらったんですよ。ミュトスの。多分1年で中国抜くぞ。ミュトスを。多分。で、その餌を渡してしもてんねん。一番売ったらあかんやつ売っとんねん。もうあとはもう中国は、もうそら、明日 H200 届くの？あとはもう何でもええよみたいな話やろうね。いや、申し訳ないけど、オープン AI もアンソロピックも、ちょっとやばいよ、これ。このままいったら。今まで必死になって NVIDIA をこうしとった境、守られてたアメリカの AI 優位が、今、その根源たる NVIDIA のチップを売るということになったんで、俺が一番恐れてんのは、ミュトスを超える、中国がミュトスを超えるエンジンを作ってくることよりも、NVIDIA のいらない AI 作ってくることの方が怖いわ、俺。NVIDIA を超えるチップを作ろうと思うと、NVIDIA が必要なんです。NVIDIA のチップが、てか NVIDIA だけではないんですけども、いわゆる GPU が今の AI には必要で、その GPU でのその同時並列演算というのを前提としないと、今の AI エンジンというのは、まあ別に5秒で終わる仕事を1年かけて待つっていうんやったらできるんで、別にできないわけではないんですけれども、GPU が前提で今の AI というのはできてます。前提というか、GPU がないと快適に動かない状態になってます。で、半導体の設計は今 AI がやってます。いわゆるチップの設計は今 AI がやってます。ということは、AI であれば半導体が作れます。半導体という言葉は正確ではないんですが、俺の視聴者は年寄りが多いので半導体という言葉を使いますが、半導体を今は AI が使ってます。作ってます。ってことは、半導体に乗ってる AI は、さらに半導体を作れるわけです。で、とすると、NVIDIA を超えるチップを作ろうと思うと、NVIDIA が必要なわけですよ。これは日本が戦争に負けた理由も一つなんですけどね。日本がなんで戦争に負けたか言うたら、別にその食べるもんが当たり前ですよ。自分とこの軍隊のピストルの弾輸入してる国と戦争したんやからね。中国、イギリス、アメリカ相手に戦争するってそういうことです。当時の日本はね。自分とこの国のピストルの弾を買いに行ってる店と喧嘩してんねん。ピストル持って。で、さらに言うと、工作機器を輸入してたわけです。今の昔の言葉でいう旋盤をイギリスとアメリカから。基礎工業力が低かったから。で、あの時と一緒ですよ。旋盤は工業製品を生むんです。なんてことは旋盤は旋盤を生むんですよ。いい旋盤、さらに精度の高い旋盤を作ろうと思うと、精度の高い旋盤を使わんとしゃあないでしょ。
お前、ちょっと先言うな。先言うな。それ持っていくから、言うな。同じ理屈ですよ。90年前に日本が戦争に負けた理由というのは、負けた理由の一つというのは、基礎工業力が低かったから、イギリスとアメリカから旋盤を買うてんのにもかかわらず、その旋盤がなかったら飛行機のプロペラ1枚作られへんにもかかわらず、その旋盤を買うてきてる店と喧嘩してんねん。勝てるはずがないんですよ。だからどんどん工業製品の精度が落ちていくわけ。0.1 ミリの勝負の世界が1センチの勝負になってまうわけ。アホでしょ？だからもうその旋盤買うてきて、旋盤作らなあかんの分かってんのにもかかわらず、その旋盤を売ってくれる店と喧嘩してるさかい、兵器の精度がどんどん落ちてくるわけですよ。アホでしょ？でこれを昔の言葉でなんていう方、少子旋盤って言いたってずっと準備してんのに、もうさっきからツイキャスにずーっと少子旋盤って流れてんのな。わかりやすいオチの時は黙るという訓練を積みなさい。ほんまやな。お前らは浅草園芸ホールの客か。ということですよ。それと一緒で NVIDIA のチップを超えようと思うと NVIDIA のチップが必要なんです。ほっといても中国は NVIDIA を超えてくるだろうと思うけども、その NVIDIA を超える時間が NVIDIA を手に入れた瞬間に半分に縮まってるよね。半分以上に縮まってるよね。これやばいっすよ。ほんまにやばいっすよ。いや、それは多分ね、アホの YouTuber はね、これからね、トランプは習近平にアメリカの石油を買わせることに成功したので、トランプ大統領の勝利です、みたいな話をするんでしょうよ。アホやからね。違いますよ。NVIDIA と台湾と日本を習近平に売り渡してるんです。もう好きにして言うて。そう思うとさっきの写真が分かりやすいでしょ。トランプは何をしたかというと、今回ディールで石油を買うてくれ言うて。戦争終わったらどうすんねん。中東から油来んねんで。油は油ですよ。昨日の油と今日の油一緒です。明日のパンとちゃうねんから。昨日のパンと明日のパン一緒のパンでしょ。明日のパン買わなあかんけど、夕方になったら。パンはパンでしょ。油は来んのよ。戦争終わったら油は来んやから。終わってしまえよ、戦争。さらに言うたらもっと楽な話あるんですよ。シベリアからパイプライン敷いたらしまえからね、中国から言うたら。別に太平洋渡って運ばんでも。別にその中国がアメリカの石油を買うことになったということがでかいという前提条件は、アメリカとイランの戦争が続き続けるということですよ。それが終わってしもたら、その戦略的な優位性なんてなくなる。別にアメリカから油買わんでもようなりました。大きにありがとうございました。これまでお世話になりました。さようならで済む話やからね。で、言うててみせやけども、アホみたいなネトウヨみたいな連中は、トランプの大勝利、中国に石油を買わせることに成功。確かに今中国がアメリカから油を買わんならん状況に追い込まれたのはイランとアメリカが戦争しとるからやけれども、そのイランとアメリカが戦争しとるという状態は、イランとアメリカの戦争をアメリカも長続きさせようと思ってないわけやから、相場なくなるわけで、相場なくなったら中国がアメリカから油を買わなあかんという前提そのものが崩れるでしょ。もう完全にトランプがへり下って負けとんですよ。負けたなと思うのはこれです。はい。中国際立つ厚遇、階段から晩餐会終始ともにってこと、これ天壇の前でこの写真撮らしとんねん、中国。天壇ってどういうことか言うたら、ここでいわゆる日本人でも知ってる言葉で言うと、社食を祀るということをここでやってたところです。中国の歴代皇帝が社食を祀るという行為をやってたのはこの天壇公園です。中国の皇帝が私が世界の主であるということを天と契約して、天と自分が世界を統治する人間だということを天から授かったという宗教的デモンストレーションをするのがここです。で、賢かったのはキッシンジャーで、習近平の関心を買うためにニクソン大統領の時にキッシンジャーはあえて天壇公園行ってるよ、自分から。キッシンジャーはあの時に米中国交正常化をするために毛沢東と習近平の関心を買わなければいけないから、犬になって中国の犬になるために私天壇公園が好きなんですって我がから言ってるんですよ。
ご機嫌取りのためにね、キッシンジャーは。で、その後もずっと、もうキッシンジャーつい最近まで来てましたけど、中国行くためにキッシンジャーは天壇公園行ってました。で今回ね、多分ね、習近平とトランプの会談で天壇公園選べたのは、多分日本のメディアは俺は見てへんけども、テレビは天壇公園は中南海から近い、北京から近い、北京の近郊やから警備の手間が省けると、何でもかんでもタイムイズマネーのトランプ大統領からするとそこへ行くのが一番合理的やったみたいなこと言うてると思うけども、どこでも行けるとこあんのにもかかわらず、わざわざ習近平が天壇に連れて行ってどういうことやねん、それ。この写真撮って、この写真撮らせる中国が、天壇の前で習近平とトランプの写真撮らせるってどういうことやねん、それ。お前らはどうでもええわい。中国の人にどう見えるよ。アメリカと日本のアホタンは知らんわいさ、そら。天壇公園ってのはどういう意味があんのんか、いうのが。それはお前らアメリカと日本の共有のない田舎の人間は何も考えへんかもわからへんけど、中国の人が、習近平トランプを天壇公園連れて行って天壇の前で写真撮ったんや。へえ。はっ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 は。と思うと、おっさんが内閣総理大臣をしている我が国は、ちょっと大変なことになりましたな。どないしたらええんかな。どないしたらええんかな。もうどうしようもないわな。ほら別にな。付き合う必要もないもんな。ということですよ。もう完全に習近平勝ってます。もう勝ったどころじゃない世界です。まあね、ずっと言うてるけども、世界史の鉄則です。愛国者を自称するやつ、とりわけ極右は戦争が弱いってやつです。そもそも戦争というものの本質を考えると、戦争の準備をするやつは戦争に弱いんです。なんでかわかる？ずっと言うてるように、戦争というゲームは、より少なく味方を殺してより多く敵を殺すゲームです。ということは、本当に戦争が強いやつは、より少なく味方を殺すために戦争を徹底的に避けるはずです。ゼロより少ない数はないんですから。だとすると、戦争の強いやつはきっと戦争の準備をしてないやつが一番戦争に強いはずです。勇ましいことを言うやつは戦争に弱いんです。勇ましいことというのは、味方の損害が前提だから。でも戦争の本質っていうのは、戦争の本質はずっと不変です。核兵器が登場した今日においても、原始時代で棍棒を持って村落同士で抗争してた頃から核兵器が出てくる今日までずっと一緒です。より少なく味方を殺して、より多く敵を殺すのが戦争というゲームの本質です。ということは、生きってる段階で戦争に弱いってことなんです。でしょ？繰り返しになりますが、勇ましいことを言うというのは、勇ましいかもわからんけど、なぜ勇ましいものが勇ましく聞こえるか言うたら、こっち側の損害前提で話してるから勇ましく聞こえるんです。ってことは、こっち側の損害を前提としてる段階で戦争に負けてるんですよ。考えるとどういうことかということです。おそらく日本の地上波テレビでも言うてるんでしょうけども、昨日トランプ大統領は習近平のことを偉大な指導者って言うたらしいですね。偉大な指導者や言うて天壇公園行くんでしょ。どういうことなんですか。アメリカと日本の田舎の猿は気づいてないかもわからんけど、中国の人らから見るとトランプが習近平のことを偉大な指導者やって言うた。そしてその習近平はトランプを天壇公園に連れて行った。どういうことなんですか、それは。それはどういうことなんですか、中国の人から見たら。でもっと言うと、日本におったらね、世界はアメリカしかないみたいな見方、パースペクトになってまうから何とも思わへんかもわからんけども、そんなアホみたいな世界の見方してるのは日本人ぐらいのもんでね。残りの70億人はそうは思ってないわけで、残りの70億人がこの光景を見たらどう思うかです。ただいまから天皇陛下による重大な放送があります。国民の皆様にはご起立を願います。新深く世界の体制と帝国の現状に鑑みな感じですね。今日の新聞はね、当たり前っちゃ当たり前なんですけれども、米中首脳会談が、ずっと
一面トップです。もうどこも米中首脳会談です。まあ、それはそうでしょう。解説戦でもお話をしたんですけれども、米中首脳会談、それはどこでも一面トップになります。米中首脳台湾問題を協議。産経新聞、習近平台湾問題は最重要。朝日、中国台湾問題を強く警告。東京新聞も、まあ一面型ですけども、米中安定関係構築で合意。台湾巡り警告。台湾に巡り警告言うてます。台湾言うてますけれども、台湾言うてますけど、それはね、日本みたいなところに住んでると台湾が大問題大問題言うてるんですけども、ここで考えなきゃいけないのは、確かに、昨日、読売新聞のこのリードが分かりやすいですけれども、台湾問題では習近平氏が衝突という言葉を使い、米国の関与を強く牽制した。というメッセージはありまして、これは中国の首脳からここまで強い言葉で牽制の言葉が出てくるというのは、異例中の異例ではありますが、じゃあ今回の米中首脳会談が台湾がメイントピックであったかというと、そういうわけではありません。むしろ台湾なんて二の次三の次のビッグディールが結ばれました。一番大きな話は、おそらくなんですが、日経新聞の、3面を見ましょう。これだけ集まってるわけですね。ティム・クックは来てるわ、イーロン・マスクは来てるわ、ジェンスン・ファンは来てるわ、もうとりあえずアメリカのビッグテックカンパニーの CEOが、もう僕がびっくりしたのはローレンス・カルプまで行ってるんですね。こんなセールスマンを連れて行ったと。でしかもこれ全員エアフォースワンに乗っけて連れてってるんですよね。もう勢ぞろいですよ。連れて行かんでもええのに一番びっくりしたのは GE と NVIDIA 呼んでることですね。でおそらく、まあ、さっき回線戦でも話したんですけれども、アホな YouTube の時事解説チャンネルはアホですから、 YouTube のアホな客に合わせてアホみたいなことを喋って小じビジネスに頑張ってる、特に右側の人はこう言うと思います。今回の米中首脳会談で習近平はトランプにアメリカの石油を買うという約束をしたと。ホルムズ海峡が閉まって一番苦しんでるのは中国なので、中国がこれまでイランから買ってきた石油をアメリカに仕向けることにトランプ大統領は成功した。これはトランプ大統領の世界戦略が叶ったという証拠であるみたいなこと言うて、トランプ万歳みたいなこと言うんでしょうが、そんなもん考えたら分かるでしょ。なんでホルムズ海峡閉まってんの？アメリカがイランと戦争してるからでしょうがよ。アメリカとイランが戦争してるからホルムズ海峡が閉まってるんで、中国はアメリカから石油を買わんならんという状況を生んだのはアメリカです。だからそこだけ見てみたらトランプが買ったみたいに見えるけども、じゃあその中国がアメリカの石油を買わんならん、アメリカとイランとの戦争という状態をアメリカ側がずっと続けたいか言うたらずっと続けられないわけです。なんやったら早やめたいわけですよ。ということは、中国がアメリカから油を買わんならん前提そのものを否定するのはアメリカになるわけです。ということは、この石油買うたところで脳の話もないですよ。もっと大きな話はこれです。日経新聞の先の3面なんですが、はい、日経新聞はちゃんと分かってます。NVIDIA と GE 連れて行ってるんですね。で GE のエアロスペース連れて行ってるんです。で、アップルも連れて行っている。で、まあイーロン・マスクはまあどうでもいいですけども、連れて行ってるってどういうことか言うたら、こう、飛行機と半導体を中国に売る言うてるんですよ。習近平は AI で世界の覇権を狙う言うてますけども、これ NVIDIA に対する規制を取っ払って中国に NVIDIA のチップを売る言うてるんですね。今西側諸国はアンソロピックのミトスってびっくりしてミトスがやばい言うてますけど、こんなもん NVIDIA のチップ中国に行ってもうたら中国ディープシークでハンタフシで抜きます。でこれはどういうことかっていうのは、石油を確かに買うてもらうことに成功したかもわからんけれども、一番売ったらあかんものを売ってしもたんです。アメリカは中国に。でもうこれ完全に自分が今戦略的優位に立ってる材料そのものをトランプは中国に売り渡してしまったので、オープン AI、アンソロピック、Google のジェミニとか言って喜んでますけど、半年もしたら抜かれますよ、こんなもん。
で、さらに言うとくと、ここまでのキチキチいっぱいのことを中国はやっとるわけですけども、この間中国がアメリカに対して何か一言でも声を上げたわけでも、アメリカに対してお前がそうするんだと俺はこうするぞと脅しをかけたわけでも、拗ねて泣いたわけでも、暴れたわけでも、ほたえたわけでもないんです。この間中国は何をしていたかというと、黙ってただけです。じーっと黙って見てただけです。ウクライナの戦争が、ロシアとウクライナの戦争が膠着しても、高市早苗がほたえたくせに、田舎の村長が何言うてんねんって、その時は怒りましたけども、イランとアメリカが戦争を始めた時も、文句一つ言わずに、じーっと黙って待ってたら、習近平の前に、これだけの人が来た。というのが今回の米中首脳会談でありました。なお、トランプ大統領は昨日の晩餐会で9月に習近平をワシントンに招待するということを表明しました。中国の外交部からの発表はないですが、アメリカの国務省からの発表を見ますと、アメリカはなぜか知りませんが、2026年度の間に最低でも4回の米中首脳会談をしたいということを考えているそうです。で、日本のメディアも伝えているように、台湾問題に対して、アメリカは中国の外交部から何の発表もないのに関わらず、先走ってアメリカの国務省から出てる判断は、最低でも2020、あと半年しかおへんとって、あとの半年の間に、今回の1回含めて最低でも4回やりたい言うてるんですよ。で、その4回目の1杯目で、日本の新聞が書いてるように、習近平は台湾のことで答えたらしばき倒すぞって、それだけは言うてるわけ。さあ、高市さんどうしはるんですかね。その高市さんがご就寝なのが、国旗損壊罪であります。国旗損壊罪について、どの解説記事よりも面白い記事が、毎日新聞に載っておりました。国家、毀損罪の話なんですが、毎日新聞の記事ではなくてですね、毎日新聞の普通の記事ではなくて、コラム、余録です。めちゃめちゃ面白かった。余録に関してはネットでもそのまま公開されているので著作権に心配がないのでちょっとだけ読み上げます。めちゃめちゃおしゃれやで。私が王なら人々が国旗を燃やすことを許さない。アメリカ連邦最高裁で強固な保守派として知られたスカリア判事の言葉だ。だが星条旗を燃やしたデモ参加者に対する1989年の最高裁判決では無罪の多数意見を支持した。その理由を聞かれ、スカリア判事は、言論の自由を明記したアメリカ合衆国憲法修正第1条は、特に政府を批判する言論を対象とすると語り、私は王ではないと付け加えた。かっこええよね。私が王なら人々が国旗を燃やすことを許さない。しかし私は王ではない。めちゃめちゃかっこええよね。この余録を読むためにも今日は毎日新聞を買われた方がいいかなと思います。で、毎日新聞開けたんでついでに4面言っときましょう。いきなり米中首脳会談からしょうもない話になるんですけれども、ずっと言うてる話なんですけどね。4面です。毎日新聞の4面。選挙の SNS 対策合意。今国会中に法改正を急ぐ言うてるんですけども、なんとですよ、今国会中でSNS 対策をしなければいけないと言うてて、自民党及び中道改革連合が合意しそうになっているのは、選挙の時の AI 動画に、生成 AI に作成っていうウォーターマークをつけることを義務化しようという法律を作ってるだけです。他の規制なし。と思うかも、そんな言うてんねん。日経新聞の4面。選挙動画 AI 生成を命じ、投稿者に義務付け。これだけ。アホやからね、言論の自由が言言うてるんですよ。いや、いいんですよ、別に言論の自由があってね。いや、例えばですよ、YouTube で流行ってんのはね、田舎のおじいちゃんとおばあちゃんを狙った石破茂は左翼だってやつですよ。石破茂みたいな曲を指さして左翼や言うてんねんで。で、それは、間違いですよ。石破茂みたいな曲を左翼だって言ったら、でもそれを、石破茂を見てね、田舎の偏差値の低い人生やり損ねて東京出てこられへんかった人生の負け組の皆さんが、石破茂は左翼や言うてしまうのは、それ
ぶっちゃけ自由ですよ。それはもう弱者の楽しみです。弱い人の福祉です。貧乏で能力の低い人はそう思って生きていかれへんわけですよ。だからそれは別にそれでええんですよ、別に。それはフェイクであったとしてもね。だから高市早苗は火星人や言うのも自由ですよ、別に。で、野田義彦は地底人で、安住淳は宇宙人。確かに宇宙人っぽいけど。言うのはそれは自由です。その前にやることあるやろ。言うとうことが嘘かほんまかで規制することは、言論の自由に入っていくことができひんねんって。それが AI で作ろうが、AI で作ってなかろうが、言うてることが合うてるか間違いかということで、規制なんかしちゃいけないの。さっきの国旗既存在と一緒ですよ。その前にやることありまっしゃろがいや。選挙の時の SNS で。なんで広告規制ってよう言わんねん。この時間でもずーっと言うてますけども、選挙になったらなんで七つ道具言うて戦艦から先行地味にバーって走ってきて何するか言ったら、スピーカーに貼り付ける木の札がありまんねん。なんでそんな木の札なんか貼り付けてるか言ったら、スピーカーの台数が全ての候補者で統一されるよう、平等になるように、立候補者には木の札を配んの、選挙管理委員会が。ポスターの枚数が決まってんのも、ビラに証紙を貼らなあかんのも、なんでか言うたら、すべての候補者が同じ条件で有権者の審判を仰げるようにそうしてるの。数を規制することによって、すべての候補者が同じ土俵に並んで、有権者さんどれがええですかと聞く状態を作るためにそうしてんの。で、それを広告規制をせなあかんというのはその理由です。それをやらんといかんのです。別に AI 作った動画が嘘ついてようが、人間が作った動画がほんまのこと言うてようが、何でも構えへんですよ。そんなもん高市早苗は清川虹子の妹やとか言おうがね、石破茂のお父さんは金子やったとか言おうが、何したかって一緒です。どない言うたかって構えへんよ。なぜ拡声器の台数規制があんのにもかかわらず、広告規制がないの？なぜ小シビラを作ってんのに、広告規制がないの？それ、嘘とかほんまとかのはるか手前の話でしょ。で、それはなんでか言ったら、この法律作ってる人がそれで選挙通ってきてる人やからですよ。広告で選挙通ってきた人やから広告規制の法律よう作らんのです。選挙で広告打ちまくって当選してきた人やから広告規制できひん。という利益相反の最たる事例みたいな法律が作られるようになってます。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。